カターダが伝えた。アナス・ビン・マーリクが言いました。預言者ムハンマドを彼に平安と祝福あれは、昼夜を問わず、1時間のうちにすべての妻の元を回っていました。妻は11人でした。私はアナスに尋ねました。預言者ムハンマドを彼に平安と祝福あれには、そのような力があったのですか？アナスは答えました。私たちは、預言者ムハンマド、彼に平安と祝福あれには30人分の力が与えられていたと話していました。そして、サイードはカターダの権威を持って、アナスが彼に9人の妻のことだけを話した。11人ではないと述べました。サヒーフ・アルブハーリー268。ハディースの説明。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、妻たちの間で正義の模範を示し、複数の妻を持つ男性にとっての家族関係の規律を守りました。彼は、彼に神の祝福と平安あれ、各人に正当な権利を与え、世俗的な事柄に心を奪われることもなく、主から目をそらすこともありませんでした。このハディースの中で、アナス・イブン・マーリク、彼にアッターの慈悲あれは、アッターの預言者、彼にアッターの祝福と平安あれが、一晩で妻たちを訪ね歩き、一晩で妻全員を続けて訪問し、成功を行ったと伝えています。アルブハーリーの伝承では、彼は、昼夜を問わず同じ時間に妻たちを訪ね歩き、妻の数は11人だった、と述べています。ムスリムの伝承にあるように、預言者、彼にアッターの祝福と平安あれは、たった一度の儀式的な沐浴でこれらすべてを行ったとされています。つまり、預言者、彼に平安と祝福あれは、それぞれの女性のために毎回儀式の沐浴を再開したわけではない。アブー・ダーウードによるアブー・ラフィ、アッターの慈悲あれのハディース伝承にはこう記されている。預言者、彼に平安と祝福あれはある日、妻たちを訪ね、それぞれ一緒に沐浴した。彼はこう言った。私は彼に言った。アッターの使徒よ、なぜ一度に沐浴しないのですか？彼は言った。その方が正常で、より良く、より清潔です。これは、預言者、彼に平安と祝福あれがそれぞれ異なる時期に沐浴を行ったことを示唆している。それは、それぞれの沐浴が許容されることを示すため、共同体の生活を楽にするため、そして彼女たちの苦難を取り除くためであった。預言者、彼に平安と祝福あれの妻たちの部屋は隣接しており、彼は容易に行き来することができた。当時、預言者、彼に平安と祝福あれには9人の妻がいた。彼には9人の妻がいたが、アーイシャ、ハフサ、サウダ、ザイナブ、サラマ、ハビーバ、マイムナ、ジュワイリア、サフィアを残して亡くなった。これは彼のとは異なり、全能の神から彼に与えられた特権の一つである。男性は1人、2人、3人、または4人以上の女性と結婚することは許されておらず、4人以上の女性とは結婚できない。たとえ女性と伴侶の夜に成功することが禁じられているとしても、男性が1人、2人、3人、または4人以上の女性と結婚することは許されていない。おそらく預言者、神の祝福と平安あれは、旅から戻った時、または妻たちを分け始めた時、または妻たちの交代を終えて次の交代を始めた時に、これを行ったのかもしれない。そこで彼は夜を彼女たちと過ごし、平等に扱い、それから自分の慣習に従って夜と昼を分け始めた。あるいは、これは当時の妻の許可と同意があった場合であった可能性もあります。つまり、複数の女性と結婚している男性が、女性たちの間で交代を終えているか、このハディースにあるように妻たちがそれに満足しているなら、一晩で全員と成功することが許されます。これは、男性が全員を満足させていたという意味だと理解されます。このハディースは、アッターが使徒、アッターの祝福と平安あれを成功のために選び出された力について説明しています。預言者ムハンマド・アッターの祝福と平安あれは30人の男の力を持っていたこと、そして、可能である限り妻と頻繁に成功することは何も悪いことではなく、それには非がないことを述べています。複数の妻と結婚している男性が、一晩で全員と成功することは何も悪いことではありません。